鶏のカツカレーです。ではタルタルソースカツ丼です。お盆ごとこちらも失礼しますね。恵比寿カツ丼です。お盆ごと失礼します。こんなもんで、はい。東日本大震災っていうのがあって、その時に店が結構壊れちゃったんですよね。それで大改装しました。はい、その時に、恵比寿屋食堂として始めました。
行きましょう。いらっしゃいませ。好きなところへどうぞ。はい、わかりました。はい、失礼します。カレーラーメンっていうのはどういった？北海道ではなんかポピュラーらしいんだよね。一般的なものらしいんだよね。ただこっちに来るとまず見ないと。カレーラーメンっていうよりはカレーうどん的なもので考えてもらえれば。北海道では結構ポピュラーなんですからしい、俺も実際には分かんないんだけど、そういうふうにお客さんに言われたから、北海道の人がお客さんで来て、ああ珍しいねって、ここでカレーラーメン食べれると思わなかったみたいな。カレーはね、ライス大盛りしてもらっていいですか？ライス大盛りですね。はい、ありがとうございます。オーダーいただきました。カツカレー大盛りで1です。カツ1枚になります。ごちそうさま。大盛りね。はい。お待たせいたしました。お盆ごと失礼いたしますね。大盛りのカツカレーです。入れ物の方熱いのでお気をつけください。おソースはお好みでどうぞ。失礼いたします。今出たのはエビスがつかないカツカレー。で、ライスが大盛り。はい。エビスがつくと、と、カツの量が倍になります。どうもおどうも待たせいたしました。お気をつけてどうぞ。ごちそうさまありがとうございました。先にお水失礼しますね。あとお決まりの頃伺います。はい失礼いたします。カツカレーとはい、カツカレーと、タルタルソースカツ丼。はい、タルタルのソースカツ丼。はいありがとうございます。オーダーです。カツカレー1、タルタルソースカツ丼1、カツが2枚です。カツ追加2枚になります。エビスカツ丼です。いいですか。
せいたしました。カツカレーの方は、はい、お盆ごと失礼しますね。こちらのカレーの入れ物が熱いのでお気をつけください。おソースお好みでどうぞ。失礼します。いい匂い。外にあります。ではタルタルソースカツ丼です。お盆ごとこちらも失礼しますね。お口のちっちゃい方はちょっと食べづらいですからお肉柔らかいですけど、取り分けでお召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。レシートはレジに置いてきます。すみません。ありがとうございます。はい、お待ちどうぞ。じゃあこれが出来上がりです。エビスカツ丼です。お盆ごと失礼します。お肉の取り分け用にお使いください。はい、お願いいたします。ではごゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。カツカレーになります。はい。大丈夫ですか。すみません。ではごゆっくりどうぞ。いたしました。もう一つのカツカレーの方、お盆ごと失礼しますね。お
のとんかつカレーラーメンのセットは今ライスお持ちしますのでね、お盆ごとすみません。おソースをちょっと皆さんでお使いくださいね。失礼ご飯大盛りの生姜焼き定食と、うどん大盛りで、とんかつ定食。はい。もう一つお願いします。はい。かきフライ定食。はい。カレーが1です。カフェ1名とかです。はい。大盛りのカツ丼です。はい、カツ丼です。大盛りね。大盛り、はい。冷やしのお皿ですか。はい、とんかつ定食上がりました。カツカレーです。ありがとうございました。オムライスが1です。あ、悪いですね。お疲れ様。どうぞ。はい、お待たせいたしました。オムライスになります。はい、ごゆっくりどうぞ。
ラーメンこれ自家製麺なんで。はい、ごちそうさま。はい、お待たせいたしました。カレーラーメンになります。ない。ランチ冷たいそばと鴨せいろ。あったかいきつねロール。はい。はい。せいろの大盛りからで。こちらテーブルのお席どうぞ。どうぞ。うん。
かつあったかいそばです。はい、じゃあお先カツ丼のセットですね、冷たい。はい。最後にまたお僕です。いらっしゃいませ。上様、こちらテーブルのお席どうぞ。こちらでも大丈夫です。ランチ冷たいそばと鴨せいろ。本当だ、せいろとあったかいきつねです。あったかいきつねロールパイ。はい。はい。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。あとランチのあったかいところで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、ありがとうございます。
ございました。あれだったら声かけるわ。はい。すいません、わざわざ。お願いします。はい、ありがとうございます。週に1回は来るようにしてるんですよね。ここに来るのが楽しみなんで、本当これ美味しいです。皆様でよろしいですか。はい。こちらの席どうぞ。はい、すいません。はい。お願いします。ご飯軽くです。はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます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 。いらっしゃいませ。習い事の後はいつもここに来る。習い事フラです。結構長年通われてるんですか。はい、皆さん長年。前はです。なんかおすすめのメニューってあります？私は鴨南蛮をよく食べますけど、お好み季節によってね、今日は私たちはきつねそば。体温まるからね。そうね。何食べてもフラの後はね、ランチでこうやっておしゃべりするんですけど、必ずここに来てるんです。はい。
はい、じゃあこっちが。お食べします。ありがとうございます。はい、やります。はい、ごめん、はい。にこれがついてる。自分の好みです。こんな感じで時々ね、持ち出すので。せいろの大盛りからでーす。お願いします。はい。はい、じゃあ野菜天ぷらとか。はい、どうぞ。ランチ冷たいとかご飯だ。はい、じゃあ。どっかで分かる。カツ丼マンジュニアですよね。ちょいメガカツ丼。メガカツ丼マンジュニア。丼マンジュニアです。ちょいメガ盛りそば、チョモランマンジュニア、お待ちどうさまです。なんかどんどん増えちゃいまして、8キロ、9キロ、10キロクラスのメニューもありますね。ありがとうございました。よいしょ。トリプル丼、ちょいメガトリプル。どちらでも、はい。普通ですこちらは、はい。デカ盛りのイメージがすっごい先行しちゃってるんですけど、でも老舗のそばどころなんで、ね、おそばもしっかりと作ってるんで、怖がらないで来てほしいなって。走っていいですか？はい。よっしゃ。お店自体は僕で一応3代目になりまして、はい、なんでもう90年以上かなっていう。大食い系の YouTuber さんとか、あとタレントさんとかテレビとかしょっちゅう来るんで。そうですよね。でもすごい種類ありましたもんね。はい。なんかどんどん増えちゃいまして、初めは3種類ぐらいだったんですよ。はい、25年前は。デカ盛り専門店じゃないんですけど、多分こういうのがあるからデカ盛り専門店だと思われちゃうんですよね。重量で言ったら一番大きい既存のメニューで7キロのやつもあるんですけど、ファイター系の方たちには裏メニューとか。あ、本当だ。すごい。町の大食い自慢からトップクラスのフードファイターから来るので、そういうなんかトレーニングとして出すようなメニュー、8キロ、9キロ、何しは10キロクラスのメニューもありますね。
今メニュー化してる中で一番まあ難易度高いのがこれなんですよ実は。これですか？これっちの方が難易度高いんですよ。天丼とかカツ丼とか焼肉丼とかうちにある丼系のやつが全部入ってるんですよ。親子丼だとか固形分が多いんで難易度が高い。花がつおで香り付けをして、でお水とかもちょっと市販の天然水を基本使ってるんですけど、やっぱ軟水を使うんですよ。わざと高度が高くない水を使ってますね。そうなんですよ。修行場所みたいな。ちょっとこっちに。お店に入ったのは21、ね、デカ盛りが始めたのは22。実質自分がもうメインでこう厨房には立ってましたけど、大体僕がそば担当で、うちの母がつゆ担当で仕込みを朝ずっとやってましたね。ちなみにそのデカ盛りを始めるに至った経緯みたいな。うちやっぱほんと先ほど言ったようにものすごい老舗なんですよ。もう少し客層を広げたいなって思いまして、お店を知ってもらえるきっかけとなるようなメニューがあったら面白いかなと。調布市って結構学生街なので、その学生さんたちの間で広まってくれたらいいかななんて思いながら、そこでデカ盛りというジャンルに至ったんですよね。はあ継ぎ足しでずっとやってるんですよ。そういうのがみりんも何種類か入れて砂糖水でこう作っていくんですね。最初にやってると基本ワンオペで、仕事中はパートさん来るんですけど、でも平日はワンオペの時もありますよ。パートさん見つからない時は一人でずっと作って持ってってお会計してて一人でやる時もありますね。天丼にしようかなと思ってまして、なるほど。エビをちょっと仕込んで、この時間の間に。フードケミストリーっていうね、なんかそのチームがありまして、江戸さん以外にもその人気のお店さんが何店舗さんか、YouTube でコラボのデカ盛りを作ったんですよね。これうちとみそじんさんのコラボデカ盛りとか。やっぱそのデカ盛りのお店同士のつながりみたいな。そうですね、結構ありますね。はい。仕込みとかって今言ったらデカ盛りでいろんなメニューでやってるじゃないですか。はい、やってますね。毎日どのメニューもできるような状態で。基本はレギュラーメニューをでかくしてるだけなんで、基本は全部できますね。メニューによっては前日までの要予約のメニューもあるんですよ。カレーパークスペシャルトライマンいいけれど、要予約なんで急に来ても作れませんとか言っちゃうんで、あとは2品以上をご注文の場合はもう要予約にしてますね。デカ盛り1品でもメガの方だったら1つでも8人前なんで、2つ出ただけでも16人前出るわけなんで、その日の仕込みにも影響してくるんですよね。よいしょ。
2番だしですね。でこれであったかいお蕎麦とかだったらね、これで合わせてね、こうつゆできるんですよね。でもお店には何時頃なんですか？ 7時ぐらいかな。営業は8時前なんですけど、いやなんだかんだ12時ぐらいまで一人で、まあ片付けして、あと夜も仕込みできるとこもするんですよ、次の日の朝の。まあ例えばおつゆ取ったりとかはね、お蕎麦作ったりとかはやっぱり取り立ての方が美味しいんで、そういうのはね、人手が足んない中で時短でできるようにはい、考えてますね。ちょっとそれだからちょっとあれなんですけどね、残るかな。そうですね、それは立場にあるので、その出向要件を満了させて、今回の刑だけ誹謗中傷として追い詰めた。日替わりたぬきとカツ丼セットせいろです。はい、失礼しました。よし。カツ丼セットで冷たいそばです。はい、承知いたしました。はい、カツ丼せいろ。で、お待ちどおさまです。はい、お待ちください。日替わりせいろ2つです。せいろ2つ。はい。
せいろ日替わりセロさん。はい、お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、日替わりせいろはじめで、続いてお後のちょっと日替わりせいろ。はい。はい、で、下の木はそばと目がカツ丼マンカツ丼マンジュニア。カツ丼マンジュニアですよね。ちょいメガっていうのが結構うちメイン。デカ盛りってなんか結構すごい量が多いんですよ。一般の方って食べれないんですよ。でもこの半分サイズだったらがっつり食べる系の学生さんとかすごい喜ぶメニューなんで、なのでこっちのメニューは結構頻繁に出ますよ。ドアがちょいめありがとうございました。はい、お待たせしました。カツ丼マンジュニア。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。お座敷です。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。空いてるお席すいません。はい。カツ丼まんジュニア、チョモランマンジュニアで。1キロ超えたんですセンターと焼肉丼セット。結構、かなり一番好き。ありがとうございます。ありがとうございました。あれなんで狭いんで。はい、ちょいめが盛りそば、チョモランマンジュニア、お待ちどおさまです。はい、チョモランマンジュニア、お待たせいたしました。はい、どうぞ。これだった。ちょいメガカツ丼、メガカツ丼マンジュニア。はい、ちょいメガカツ丼。はい、失礼いたします。トンマンジュニアです。はい、
ぐらいおろすんだ決まりですか？日替わり豚肉とカツ丼セットハムです。日替わりタヌキとカツ丼セットハム。じゃあ詰めたんで。その後、その後。電話も見てない。あ、そうか、聞いといてよかったっすか。22日はやりまして。はい、簡単です。ましたね。余裕ですか？いやいや、ご飯めっちゃ多かったよ。あ、そうですか。食っても多分減らへん。あ、そうですね。次はまた別なので来ます。はい、ぜひぜひ。ごちそうさまです。もう初めて初めてです。まあいろんなので見てます。苦戦されてました。だって食べても食べても終わりがないわ。お蕎麦はとっても美味しかったです。はい。また次があったらはい。別のにしないと。はい。はい、ありがとうございます。失礼します。全部基準はやっぱ自分が食べ歩いたんですよ。一般人がどれぐらい食べれるのかっていうのを毎回実験するんですよ。で、お客様の反応とか食べっぷりだとかを見ながら重量とかを微妙にこう変えていったんですよ。今年はすだちそばチャレンジっていうのやったんですよね。1.3 キロのすだちそばを制限時間5分以内で食べれれば完食無料にしたんですけど、すだちそばなんか成功率がすごい 70% ぐらい成功しまして。赤字ね、ちょっとした大食いの方から、やっぱその大食いを目指してる方、いろんなジャンルの方たちが来るんで、重量とかもいろんな重量があるんですよ。実は結構考えられてるんですよ。1.9 キロから7キロって幅広いんですけど、ここら辺が結構一つの大きな壁なんですよ。5.5 キロっていうところが。ここからクリアをするとやっぱりその大食いの入り口に入れる。揚げ物だったら食べづらいとか、咀嚼使うやつだったら難易度が上がるっていうのも考えながら作ってるんで。裏メニューの一番重いやつってあれ何が？若松ランドってやつですね。とある番組でこの絵を描いたんですけど、4つのエリアがあるんですよね。それぞれ2キロ2キロ2キロコーンポタージュスープをちょっと1キロぐらいドカンと置くような。でこれはなんだっけ、豚の襲撃だね。これチャーシュー丼、チャーシューエッグ丼なんですよ。これだからフードファイトのための。あ、そうです。もちろんやっぱりね、料理人としてのやっぱポリシー持ってやってるんですけども、本当ここに関してはフードファイトっていうことだけなんですよね。こういうのってどういう時に考える？ずーっと作り続けてるんで、いろんなイメージがあって、頭の中でできてるやつを組み合わせながらもう完成させる、そういうのをちょっと常に考えてるんですよね。ね、これからですね。
します。はい、カツ丼単品お待ちどうさまです。はい、カツ丼単品になります。お待たせしました。あらら、すごいね。朝ね、なんかね、昨日夜食べたせいで。いっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。お座敷で。焼肉丼の。あ、普通です。こちらは。はい。デカ盛りのイメージがすっごい先行しちゃってるんですけど、でももともとは本当に老舗のそばどころなんで、一人前のメニューも豊富にあってね、おそばもしっかりと作ってるんで、怖くて来れなかったっていう方もたくさんいるんでね、怖がらないで来てほしいなって。でははじめカレーうどんお待ちどうさまです。はい、カレーうどんです。お待たせしました。はい、焼肉うどんセット、冷たいそばお待ちどうさまです。エンザルと焼肉丼セットのせいろ。ありがとうございました。大盛り、はい。はい、承知しました。じゃあ、チームに。日替わり冷たいそば、そば大盛り。よっしゃ。日替わりたぬきお待ちどうさまです。はい、あとおしんこ。日替わりのすごい看板マジ美味しそう。ちょっと生活して楽でしょうがない。つい美味しい。これずっしりしてる。めっちゃうめえ。ちょっと
母親の遺伝がついてたとしたらね。出前入ったんです。出前が近所なんで歩いて30秒ぐらいで持っていけるところなんで、はい。普段はちょっと出前受けれないですよね。そばいいですね。指をお願いして。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、3名様。はい、どうぞ。大体。よいしょ。はいはい。もしまぶしかったらおろしていただいて。緊張ぐらいしか出前を出てないんですけど、お近くなんで。すいません、お待ちどうさまです。どうも。はい。ちょうど4000円ですね、これで。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。走っていいですか？はい。よっしゃ。ごめんなさいね。すいません。はい、いいだよ。ありがとうございました。よいしょ。はい、トリプルドン。トリプルドン、ちょい目がトリプル。はい。お待ちどうさまです。そっか、レモンサワー。はい、失礼します。ちょいめのトリプルダウンですね。はい、お待たせしました。はい。どちらでも。はい。ちょうどあるんで。はい。はい。入店のお帰りです。レシートご利用ください。はい。よく来られるんですか？久々ですね。家遠いんで。そうなんですね。お腹いっぱい。すごい量、結構余裕で食べられてませんでしょ？いやー、もう結構キツキツですよ。これより上はもう多分いけないと思います。美味しくいただきました。
ありがとうございます。すいません。はい、ご苦労さんです。ありがとうございます。肉南蛮そば、とんかつ、カレーそば。南蛮そば、肉南そばお待ちどうさまです。はい、すいません。肉南蛮。すいません、お待ちどうさまです。とんかつ、カレーそば。はい、お待ちどう。そうですね。アド待ちでやってて、肉とかもなんかすごい美味しい感じで、すごいさっぱりしてて美味しかったです。そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お腹空いちゃった。なんかさ、ちっちゃい何かある？カツ煮とかにする？同時進行でカツ煮ができて。天ぷらサービス指令なんで。じゃあカツ煮とじゃあ肉南蛮でごめんなさい、ちょっとネギがちょっと切れちゃったんで天ぷらサービス。ありがとうございます。エビの天ぷらサービスね。ごめんなさい。すいません。むしろそっちの方がいいみたいな。ですね。はい。オムランマンも合わせていっちゃいますね。よいしょ。はい。チョコランマンジュニア、お待ちどう、そばです。すいません。そ
そうなの。いやいやいや。で、そうなの。そんなことないですよ、全然。いや、あのね、私ちょっとよかった、ご主人もちょっといただいた。いればすごい助かる。なんだろう、あの子いいじゃん、あと、この間、大食いを出たの。ゆうきはね、多分ね、この間もそうだけど、僕のことも考えて、うちのことを考えてみてもらってる。結構気が出てしまうんで、そういう。もうみんなも全然何も用意しない。まあ、予定スコは僕のことであって、だから自分はそこまでなんかね、スタッフの人にちょっと給料が渡してなくて、スタッフの人に給料を渡したいからって安くしたの。で、それ3ヶ月も僕と